苦しい状況を成長の機会へと転換し、理想の自分を実現する思考法。そのための全3回シリーズ、今回は第1話として、困難を乗り越えるための手放すという考え方の基本を解説します。この5分間の要約解説では、多忙なビジネスパーソンが直面するストレスを成長の糧に変える強力な思考フレームワークをご紹介します。これは優れた2冊のビジネス書から要点を抽出し構築された実践的な方法論です。今回の解説はこの3つのポイントで構成されています。苦難は成長の機会、戦略的な手放し、そして選択の力。これらを通じて困難を成長に変える具体的なマインドセットを紐解いていきます。それでは1つ目のポイント、苦難は成長の機会についてです。ここでは精神科医である樺沢紫音氏の著作をもとに、私たちの脳が困難をどのように処理しているのか、そのメカニズムを解説します。あなたは苦しいと感じる瞬間を失敗と捉えるでしょうか？それとも成長の機会と捉えるでしょうか？成功する人々はこの苦闘を単なる問題ではなく、自己を改善し成長するための挑戦、つまりチャンスとして捉え直しているのです。ここで重要なのは、この言葉の背景にある脳科学的な事実です。苦しいと感じる瞬間、それこそがあなたの脳が新しい神経回路、つまり脳内の情報伝達ルートを必死に構築しようと最も活発に働いている証拠なのです。この脳の再配線プロセスこそが生物学的な意味での成長そのものです。つまりあなたが新しい困難なプロジェクトに直面しているとき、あなたの脳は自己をアップグレードさせ、その能力を文字通り高めているということなのです。したがって重要なのは、苦痛を拒絶するのではなく、むしろそれを仕事上、そして個人的な進化に不可欠なプロセスとして受け入れることです。このマインドセットこそが成功への第一歩となります。次に2つ目のポイントである戦略的な手放しについて解説します。ここでは心理学者丸井明義の著書「諦め上手になると悩みは消える」で示されている手放すことの技術について掘り下げていきます。ここでいう諦めるとは、決して敗北を意味するものではありません。これは行き詰まりを打破するための主体的な優先順位付け、つまり本当に重要なことに集中するために本質的でないものを意識的に捨てるという積極的な行為を指します。もう一度言いますが、これは目標そのものを放棄することとは違います。むしろ自分の中核となる目的に全力を注ぐため、不要なタスクや執着を意図的に削ぎ落とす極めて戦略的な決断なのです。逆に、もし全てを抱え込もうとすれば、そこにどんなコストが発生するでしょうか？答えは明確です。一度に多くのタスクを管理しようとすれば、一つ一つの質が低下し、最終的には全てを失うというリスクさえ生み出すのです。それでは3つ目のポイント、選択の力についてです。ここでは意思決定の主体が誰であるかがなぜ精神的な強さに直結するのかを解説します。この両者の違いは決定的です。他者の指示で行ったことは失敗した際に後悔や他者への非難につながりがちです。一方で、たとえ何かを手放すという決断であっても、自ら下した決断であれば失敗から学びを得て次へとつなげることができるのです。主体的な意思決定、つまり自分の選択を自分でコントロールすること、これこそがストレスを最小限に抑え、高いパフォーマンスを維持する鍵となります。何かをやめるという選択でさえも自らの意思で行うことで、結果に対する当事者意識が生まれ、困難に立ち向かう力が湧いてくるのです。それでは今回の要点をまとめます。ご紹介した3つのポイントは、仕事上のプレッシャーを成長の起爆剤へと変える強力な思考フレームワークです。第1に、苦難は脳が成長している証と捉え直す。第2に、本質的でないものは戦略的に手放す。そして第3に、全ての決定に自らが主体となる。この3つです。この思考法を実践に移すため、明日からできる具体的なアクションステップを一つ提案します。まず、現在あなたが抱えている仕事上の悩みを紙に書き出してください。次に、その中からあなたの長期的な成長にとって本質的ではない項目を一つだけ選びます。最後に、その項目を意識的に1週間だけ手放すと主体的に決断してみてください。さて、今回は困難を成長の機会と捉え直す方法を解説しました。では、それを乗り越えるための実践的なフレームワークとは具体的にどのようなものでしょうか。
次回の第2話では脳科学の知見を活用し、具体的な課題を克服するためのフレームワークを詳しく解説します。シリーズ全3回を通じて理解を深めたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。